はい、どうもです。今日はですね、ゴマモンガラっていう食材ですね。もうなんかね、なかなか芳しい香りが漂ってますわ。ということで、それでは捕獲映像からご覧ください。はい、今日はですね、追い込み漁ですね。これはですね、網を張る位置を実際に目視で確認しているところですね。それでは網を投げ込んでいきます。で、今回の追い込み漁はですね、200メーターぐらいの網を張って、魚を脅かして網の方に逃げさせて、で、網に突っ込んでいった魚を取っていくといった漁法になります。で、僕はですね、ボンベで泳げない岸の方をバチャバチャやって魚を脅かして沖の方に逃がしています。この漁法はですね、ほとんど刺し網みたいな感じですね。同じ漁師 YouTuber の浜湯さんがやってる漁法に近いですね。あれは魚の通り道に網を張って、で、そこに魚が突っ込んで、それを取るっていう感じなんですけど、追い込み漁はですね、無理やり魚を網の方に誘導して取っていく感じですね。こちらの魚は南洋ブダイですね。こちらの南洋ブダイは大きいですね。多分ね、6キロぐらいあるんじゃないかな。ちなみに素潜り中に網に引っかかったらマジで死ぬんで、皆さん真似しないようにしてくださいね。はい、こちらが今回の目的の魚、ゴマモンガラですね。ちなみに後ろのいかつい魚はですね、色ブダイのメスですね。めちゃくちゃ美味しいですよ、この魚は。さて、こちらのゴマモンガラ大きいですね。多分水中で見るとちっちゃく見えるんですけど、多分3キロぐらいありますね。はい、かなり大きいです。で、網はですね、岩に引っかかってて上がんないんで、こんな感じで直接岩から外して、で、それを上から船で引き上げていきます。ちなみに今網に刺さってる魚は全部一文字ブダイですね。赤いのも青いのも一文字ブダイです。黒いのはですね、ブチブダイっていうブダイですね。上から見るとこんな感じです。これもね、網に引っかかったら死ぬんでめちゃくちゃ危ない作業なんですよね。はい、こんな感じで船の上から引っ張り上げていますね。はい、これが陸の映像です。これね、動画上では1回なんですけど、実際は6回やってるんで、めちゃくちゃしんどかったですね。はい、でっかい南洋ブダイが上がってきましたね。やっぱ俺が来たら取れますね。はい、ちょっとしょうもないこと言ってますね。これブチブダイですね。一文字ブダイのメス。これはね、アミアイゴかな。島では結構人気ですね。そして今回の魚、ゴマモンガラが上がってきました。水中で見るよりかなり大きくないですか？せっかくなんでアルミ缶をかませています。これかなりね、衝撃を受けると思います。いきますよ。すごっ！ちなみにこの魚はダイバーを襲うらしいんですけども、ダイビングをする皆様、噛まれたらこうなりますので、気をつけてください。噛まれた部位は確実にえぐれますね。はい、そろそろ陸に戻ってさばいていきましょう。はい、ということで今日はゴマモンガラなんですけども、この魚はね、ダイバーを襲うことで結構有名なんで、なんかアグレッシブな魚だと思ってる人も多いと思うんですけど、めちゃくちゃ臆病な魚ですね。素潜りではまずつけないです。水中銃使えばね、余裕だろうと思ったんですけど、無理ですね。たまたまね、目の前をシューッと通り過ぎて、それをね、バンって撃つのはね、可能なんですけど、狙ってこうやっていって撃つのは無理ですね。そう、普段なら人間なんて見た瞬間に逃げていくのに、産卵期だけ、もう自分の子供を守るために、怖い気持ちを押し殺して襲いに来てるんですね。もう泣けてくる話じゃないですか。ダイバーからすればたまらない話ですけどね。ということで、早速、観察していきましょうか。はい、こんな感じですね。もうめちゃくちゃいかついですよね。この一番大きいのが、おそらく3キロぐらいの個体なんですけど、最大だと5キロぐらいになるらしいですね。もう一回りぐらい大きくなるみたいですね。シルエット的にはね、結構カワハギに似てるんですけども、若干離れてるけど、それなりに近い種類ではありますね。で、ゴマモンのね、可愛いところはここですね。角がね、収納可能でね、パカパカするんですよ。おもちゃみたいですよね。ほら、すごい。綺麗にね、収納されるんですね。一応ね、夜はね、こいつ寝てるんで、つくことができるんですけど、着いたら、穴の中でこれを広げるんで、なかなか取り出せないんですね。あとね、ゴマモンガラの歯はね、やばいですよ。見て。すごくないですか？人間の歯よりいかつい歯してますよ。黄色くて汚いけど。さっきね、缶を潰したので分かるように、この歯はマジでやばいです。多分指とか噛まれたら、ほぼ 100% 折れます。そんぐらいやばい歯です。で、鱗はですね、これ、タイカって表現したら
がいいのか進化で表現したらいいかわかんないんだけど、これ全部繋がってて、もうこれ鱗取りとかじゃね全然取れないですね。鎧みたいになってます。すっごい硬いです。ちょっと包丁でね叩いたらわかると思う。こんな感じ、めっちゃ硬い。で皆さん触る機会ないと思うけど、これ尻尾、ここ見てください。尻尾にねすっごいトゲがあって、ここのトゲね誤って触ると結構大変なことになるんでね、皆さん気をつけてください。ちっちゃいのと見比べたら分かるんですけど、全く同じ形同じ模様でね成長していくんですね。面白いですね。でちなみにですね、ゴマモンガラは、もう競り出してもねほとんど誰も買わないし、ついても 1kg あたり150円とかそんぐらいのねほぼほぼ市場価値がない魚なんですけども、実はうまいらしい。まあ今日はね初めて食べるんですけど楽しみですね。はい、ということで唐揚げと刺身を作っていきましょうか。さてまずはちっちゃいのからいってえな。これちっちゃいのからいこうかな。これねおそらくね硬すぎて包丁入んないですよね。ちょっとやってみる。無理ですね、硬いわ。なんでちょっとこの尻尾を一旦切り落として、硬えな、マジで硬い。もうハサミでいこう。枝切りバサミだと余裕だと思う。尻尾を切り落としていきます。 OK で他のもねどんどん尻尾切り落としていきましょう。あー硬え。まあ、でかいのは最後やろう。硬え。これ多分ねこの匂いは胃袋の内容物入ってるよ、どれかに。でこっちから包丁入れると包丁通んないんですけど、反対側裏っ側から包丁入れると通るんで、裏っ側から入れていきます。ここ硬えよ。でちなみにねちっちゃいゴマモンたちは血抜きしてないんですけど、大きいゴマモンだけね血抜きしてます。まあ、血抜きがどんぐらい意味があるかっていうのもこの動画を見たらね分かるかもしれないね。こっち側さ手前に引かなきゃいけないからやりづらいんだけど、どうにかなんないのかな。はい、そしたら3匹とも包丁入れ終わりました。でこっからがね大変なんですよ。皮をね剥がなきゃいけない。ペンチをね使っていきます。さてどんどん剥いでいきましょう。これ厄介だね。皮剥ぎと違って剥ぎづらいんだけど、こいつに名前つけるんだったら皮剥ぎじゃなくて皮剥げないだね。抵抗するんだ、皮剥げない。もう勢い大事ですね。めっちゃうまくなってきたぞ俺。はい、終わりました。まあ、今回頭はね食べないんで、もう頭の皮は取りません。頭の皮がね一番強固にくっついてる。でこの皮目の筋が半端じゃないですね。まあ、皮剥ぎも皮剥いだ後にこの薄皮を取るんですけど、ゴマモンはやばいね。すんげえ筋。はい、そしたら一番でかいやついきましょうか。でかいな。まあ、これもね同様に尻尾切っていきます。これ切れるかな。買ってOK で、このヒレがねだいぶ邪魔なんでヒレも切っていきましょう。でもさ、ここまでさ防御力と攻撃力を兼ね備えた魚っていなくない？ゴマモンガラぐらいじゃない？なんかねこの辺が硬いんだよね。でもこれだけさ血抜きしてるからこっから血が出てこないね。ちっちゃいのと比べたら分かると思うんですけど、めっちゃ血出てきてるのにこの大きいのは血出てきてない。お腹側はねすごい切りやすいんだよね。だって裏側やっぱここが硬いんだよ。ハサミでいこうかな、買ってから。やべ、ハサミで全然良かった説出てきてる。硬いものは包丁よりもハサミの方が最適解な気がする。こっちは柔らかいんだけどね、お腹側は。これ思ったんだけど、これね頭までやった方がいいかもね、切り目。包丁じゃちょっとこの辺はなんかすごい硬いんでハサミでやります。よっしゃ、皮剥がしていきましょうか。まずはねここきれいに整えて、そしたら剥がしていきましょう。いくぜ。うわ、見たよ、めっちゃやっぱここの切れ目入れたらいいんだ。あいてちぎれた。おお、ヒレごと取れた。
はい、剥ぎ終わりました。まあ、皮剥げないとか言ってたけど、シンプルに俺が下手くそなだけだったね。で、これはね、本当に立派。マジでね、何かに利用できそう。生臭いけどね。はい、そしたら、頭を落としていきましょうか。そう、このでかいのだけ顔剥がしてみたんだけどさ、ほっぺの筋肉、やばくない？ほっぺっていうか、なんか、顎の筋肉って感じがする。これ、ステータス噛むことに全振りすぎじゃない？だってこれ、噛む筋肉でしょ、絶対。ちょっとね、思いのほか立派なほっぺしてたんで、煮つけていきましょう。はい、そしたら頭を落としていきます。まあ、煮つけにするんでね、ちょっと大きめに落としていきますか。で、ここにね、すっごい硬い骨が入ってる。切っとこうかな。いや、まあいいか。じゃあいきます。この骨やばいわ。ちょっとハサミで切るね。めちゃくちゃ硬い。うわ、肝臓がすごいね、これ。さて、裏側もね、やっていきましょう。ちょっと、皮が切れてねえな。いきます。で、ここがね、また硬いんで、切ります。よいしょ。とりあえず背骨を関節に入れて外していきますか。よし。入ったわ。なんかもう全部硬えな。うわっ、硬え。ここの角の付け根が桁違いに硬え。よし、オッケー。はい、そしたらオープンしていきましょうか。オープン。うわー、これはね、すごいね。超触った感じ。もうこの魚はね、甲殻類ばっかり食ってますね。砂利みたい。ちょっと開けてみる？拡大しましょう。これ腸です。腸を開いていくと。これはね、若干見えづらいと思うんですけど、トゲがあるんでウニ食ってますね。なんかね、ウニとか人で食ってる魚って臭えんだよな。ちょっとあんまり匂いは期待できないかもね。胃袋を見てみましょう。おー、くっさ。カニとか食ってたらいいんだけどね。くっさ。うわ、なんだろうこれ。硬っ。何これ。わかんねえな。ちょっと洗うか。びっくりだこれ。これ多分サンゴじゃないかな。サンゴ食べてるよこの魚。鬼人手並みに害悪なんじゃない？サンゴ食べるし、ダイバーに噛みつくし。うん、サンゴの高度な気がする。これ普通骨だったら割れないから。サンゴ食べてんだ。うわ、こっちはウニだ。何ウニ食ってんだろう。ガンガツやったら刺さるぞ。こいつ悪食だな。ウニとかサンゴとか食べて。で、これ肝臓がでかいね。すごいわ。立派。ちょっとちぎってみようかな。うわ、臭っ。この肝臓臭くて食えないですね、多分。でもカワハギの肝臓とはね、全く違うものですね。多分食感もすごいしっかりしてると思う。で、これ胆のうですね。この赤いのが脾臓。さて洗い流していきましょう。 OK。 さて、ちっちゃいのもね、どんどんやっていきましょう。まあ、こんぐらいやったらね、骨も断ち切れると思う。硬いな。でもこれカワハギみたいにこうやってちぎれないのかな。よし、ちぎれた。うわ、これ最適解じゃない？ヒレも取れた。やっぱ血抜きしてないんで、こっちの方が血がいっぱい出てきますね。はい、それで頭を落とし終わったら、ここにね、浮き袋ついてるんで、これをバリッと外していきます。はい、 OK。 で、こっから血合いをきれいにしていきましょう。見た感じね、傷つけなくても血合い取れそうですね。うわ、白子が入った。超ちっちゃい白子が入った。オスだねこれ。はい、そしたら煮付け用の頭もね、きれいにしていきましょう。ヒレを取って皮外そうかな。よし、こういうのはね、もう俺は力技でいっちゃいますね。あんまり綺麗な取り方ではないけども。はい、これがね、釜ですね。ちっちゃいね、ちょっと。で、釜を取ったら、これ、もうなんか黒くて見えづらくなってると思うんですけど、ここにエラがあるんで、これもね、力技で引きちぎっていきます。まあ、包丁でやった方がね、かっこいいんですけど、難しいんでね、もし真似するんだったら手でやった方が楽ではあります。そしたらね、ここに血がいっぱいついてるんで、また洗い流していきます。でね、夏はね、水道水はあったかいんで、なるべくね、水にはつけない方がいいです。まあ、冬とかだったらね、全然つけてもらっても鮮度変わんないんですけど、夏は気をつけた方がいいね。はい、これが心臓の破片が出てきましたね。血がついてると臭くて、もうほんと美味しくなくなるんで、なるべくね、しっかり取っていきます。はい、綺麗になりました。
この熱湯にごまもんをくぐらせていきます。これするとかなりね匂いが飛びます。全然違いますね。表面だけって感じですね。であとね、鱗がある魚だったら顔の鱗がねめっちゃ取れやすくなります。馬みたい。よし、いいかな。つかめないかも。あ、やばい、つかめんぞ。よいしょ、いけた。あとはね、釜も茹でていきます。はい、それでは煮付けを作っていくんですけども、準備していくものは濃い口醤油、みりん、酒、ザラメ砂糖、生姜です。まずね、水と生姜、これはねちょっと多めに入れようかな。酒を入れて、でここにもんがらの頭を入れていきます。ちょっとでかいな、もんがら。ちょっとねお湯足そうかな。でこれを火にかけていきます。で出てきたアクは取っていきます。死ぬほどアクが出てくる。すごいな。やばいぞ、このホッペめちゃくちゃ美味しそうなんだけど。ある程度アクを取ったらザラメを入れていきましょう。こんなもんかな。そして醤油で、最後に上まで味が染みるようにアルミホイルをかぶせていきます。これでちょっと待っていきましょう。はい、だいぶ煮詰まってきましたら、最後みりんを入れて完成ですね。 OK。 はい、そしたらですね、3枚におろしていきましょう。でかいやつからいこうかな。じゃあお腹側から切っていきます。めっちゃ身赤いんだけど、マグロぐらい赤いよ。そして背中側、じゃあこの腹骨を立っていきます。硬いね。見て、真っ赤やな。血抜きしたけどもう筋肉自体が赤いな、これは。じゃあ反対側もいきましょう。待って、めちゃくちゃ真っ赤なんだけど。なんかイソモンガラっていう魚を食べた時は美味しかったんだけど、この身はねあんまり刺身は期待できなさそうですね。匂いはないけどね。はい、そしたらちっちゃいのもさばいていきましょう。ちっちゃいのはさばきやすいね。ちっちゃいのはすっごい身切れなんだけど、普通にこっちは美味しそう。でかいのはちょっとあれだったけど。はい、ラスト。裏っ側のね背中側がむずいんで、身つけたままねいった方がいいですね。むずいわ。はい、そしたらね3枚おろし終わったんで、腹骨を落としていきましょう。これ一番大きいやつですね。お、硬え。なるべく薄くやってはいきます。これ唐揚げ用なんで、これ薄皮ちょっと残していきます。同じ魚じゃないぐらいの勢いで身の色は違うんだけど、こんなことあるかな。初めてだわ。本当はね一番でっかいやつ刺身で食べようと思ったんですけど、こんだけ赤っぽい身で味も悪そうなんでね、唐揚げにします。でこれをね刺身にしていきます。おそらくねこっちの方がちょうど美味しいと思うんだよね。でこの大きい唐揚げ用も中骨を取っていきます。でこれね皮目にとんでもない筋がついてるんで、これを皮ひの要領で取っていきます。
柳葉の皮引き超むずいんだけど、どうやったらうまくいくんだろうね。ほら切れた。いや本当にねうまくいかないんだよ柳葉。よし、これ引けるもんなのかな、皮。これ多分無理だよ。無理です。もう諦めちゃって申し訳ないんですけど、この大きい方はねまだねこの筋がしっかりしてるから引けないこともないんですけど、こんな感じでまあ頑張って取っていくことはできるんですけど、ちっちゃいやつはちょっと無理だわ。そういうもんだと思う。難しすぎる。じゃあこれ唐揚げ用にね切っていきましょう。一口サイズですね。こんな感じで。なんかすっごい身硬そうだね。これはどうなんだろう。筋もすごいわ。さて唐揚げ用が切り終わりました。こっから唐揚げを漬け込んでいきましょう。はい、それではまずニンニクを刻んでいきます。で粗みじんにねしていきます。本当はニンニクチューブ使おうと思ったんだけど、ニンニクチューブ買ってなかった。買ってないっていうかなくなってた。なるべく細かくしますね。でこれを入れていきますと、あと生姜も入れていきます。生姜、やっぱ生姜も足りねえ。 OKOK。 酒と醤油が1対1ぐらいですね。よし OK。 同じ速度で出てると信じよう。で揉み込んで30分ぐらいで待っていきます。なんかやっぱね肉より魚の方が味が入りやすい気がしますね。あんまりね長い時間つけるとすぐ辛くなりますね。さて30分経ったんで唐揚げにしていきましょう。ちょっと今日はね手抜き方法でいきます。まず汁を切って、めっちゃ醤油吸ってんので、ある程度切ったら移して唐揚げをぶちこ唐揚げじゃない、片栗粉をぶち込んでいきます。で混ぜるといい感じにまぶせましたね。さて揚げていきましょう。こんなもんかな。よっしゃ揚げていきましょう。あー早かった。よっしゃ入れていこう。おー美味しそう。はい、そしたら最後に刺身を切っていきます。でこの魚結構硬そうなんで薄作りって言って、なるべく薄く切っていきます。こんな感じ。ちょっとちっちゃいな。なるべくこうやって薄く切っていきます。薄作りなんでね平たく持っていきましょうかね。この薄作りを並べるときにね、ここの間隔を同じにして並べると綺麗に並ぶってね、なんか昔のバイト先の店長が言ってましたね。あと切り方がうまかったらね、ほんと全然違うレベルで綺麗になるんですけどね。2周目。はい、パッと見綺麗に並びましたね。で大葉と、今日はねポン酢で食べようと思うんで薬味も作っていきましょう。もみじおろし用の大根ですね。やばい、皮むくの難しい。ちなみにピーラーを出すのがめんどくさいんで今包丁で剥いてるんですけど、包丁の方が時間かかったかもしれない。まずね大根おろしを作っていきます。うわ取り出しづらいなこれ。これをちょっと軽く絞っていきます。こんなもんでいいかな。でここに一味を入れていきます。これでもみじおろしですね。まだピンクいな、もうちょい赤くできるぞ。こんなもんか。いいですね。もみじおろしを盛り付けていきましょう。あとはネギとトサカノリを散らして完成としましょう。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずはね刺身からいただこうかな。ポン酢ともみじおろしをつけてね。いただきます。うわ、
美味しい。もみじおろしが辛すぎて、魚はね、旨味ぐらいしか感じられないですね。臭みが一切消されてる。ちょっともみじおろしなしでもいってみよう。もみじおろしなしだとちょっと味気なくて水っぽい風味がなくなったフグみたいな感じ。そんなに美味しいもんじゃないけど、これもみじおろしってすごいね。もみじおろしとネギつけたらめちゃくちゃうまくなる。刺身としてはそんなに美味しい部類じゃないけど、調理法が良かった。ポン酢ともみじおろしで食ったら何でもうまいかもしれない、これは。さて、唐揚げいってみましょうか。唐揚げがね、みんな美味しいって言ってたんで、唐揚げすごい期待してますね。いただきます。うわぁ、本当に食感がすごいわ。鶏肉までの硬さはいかないけど、鶏もも肉よりの魚って感じですね。普通に美味しい。多分ね、今食べた部位が一番大きいやつだったと思うんだけど、あんだけ血合いが入ってるんで、血合いの生臭さっていうのがありますね。ちっちゃい方はね、多分美味しいと思う。ちっちゃいの食べてみよう。ちっちゃいのはね、生臭くなくて美味しいんだけど、食感はね、魚寄りになりましたね。食感はね、でかい方がうまい。でかくプリップリでうまいわ。さてさて、煮付け食べていきましょう。これ顔の筋肉なんだけどさ、ほっぺすっごい縮んだね。こんだけになった。ほっぺね、ちょっとめっちゃ硬いんだけど、これいただきます。ちょっと待って、やばいやばいやばい。なんか侵入してきてるんだけど、勝手に不法侵入だよ。家の中にカニが入ってるんだけど、なんで？川からそんな近くねえぞ。まあ外出すのもめんどくさいんでほっときます。はい、とりあえずほっぺはね、美味しくないです。すっごいパッサパサなね、胸肉って感じ。噛まんところは美味しい。プリップリ、噛まんところはプリップリでうめえな。やっぱこれね、噛む力がすごい異常に発達してるんで、やっぱそこの筋肉なんですごい硬いね。あんま美味しくないわ、ほっぺに関しては。はい、それではごちそうさまでした。ごまモンガラね、結構美味しいっていう噂があったんで、結構ね期待してたんですけども、そんなだね。刺身と煮付けに関しては俺はよくゲテモノとか食べてるから、それと比べたら段違いうまいけど、魚の中で比べるんだったら中の下ぐらいで、唐揚げは確かに美味しいんだけど、一つ言っとかなきゃいけないのが、魚ってね、唐揚げしたら何でもうまいんよね。だからまあ当たり前に美味しいって感じ、唐揚げに関しては。やっぱりね、売れないのには理由があるんだなと思いましたね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。